洋介シャウト。はい、こんにちは、陽介です。こんにちはというか、おはようございますなんですけれども、今回も久々のロケ動画ということで、このチャンネルでロケ動画ってなると、朝一がもう定番になってきましたけれども、今回はね、アマンサ・フィッシュ期待の女性ブルースギタリストですけれども、彼女のライブを見に、ブルーノートにやってきました。ライブはね、2月の11、12、13日の3日間で、それぞれファーストステージとセカンドステージと、全部で6公演あるんですけれども、今日は僕は2日目のセカンドステージを見る予定です。おとついかな、彼女たちが来日したぐらいのタイミングだと思うんですけれども、ブルーノートの方からメールが届きまして、ベースのロン・ジョンソンがね、大雪のため来日できないということでキャンセルになって、代わりに11日と12日は、ケンケンが急遽サポートに入るということで、もうちょっとびっくりしたんですけれども、で、13日はバビー・ルイスがサポートに入るということで、去年ね、初来日公演を行いましたけれども、初日のファーストステージだけで、その後ね、彼女の体調不良で急遽キャンセルになってしまったということで、その振り替え公演的な今回は来日になると思うんですけれども、なかなかね、今回もすんなりいかないっていう感じでトラブルがありましたけれども、なんとかケンケンとバビー・ルイスが助けてくれるということで、初日はね、無事に行われてみたいです。大盛況だったみたいですけども、今夜のショーも楽しんでいきたいと思います。まだね、朝早いので、夜のセカンドステージまでね、かなり時間があるんでね、この辺表参道ですとか、原宿だとか、渋谷をね、練り歩いて時間潰して、今回もね、Vlog 的な動画になるかと思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。毎回ね、最近は東京来るときはね、新幹線じゃなくて夜行バスでね、来て、朝東京着いて、朝一、築地だとかね、あとは豊洲とかで、美味しい海鮮丼食べたりとかして、ね、交通費浮かした分、グルメを楽しむっていう感じでね、遊びに来てるんですけども、今日はね、ブルーノート、食事も豪華で楽しみなんで、それまでにね、余力を残しとかなきゃいけないんでね、ここから豊洲とか築地とか行くとね、ちょっと遠いんで、どうしようかな。普通にどっかね、カフェでモーニングか、あとは朝マックでもしましょうかね。はい、結局なかなか歩いててもマック見つからなかったので、もう寒いので一番近くのドトールでモーニングホットコーヒーとピザトーストいただきました。はい、表参道から原宿方面歩いてきまして、やはり音楽好き、ギター好き、ブルース大好きだったらここに来ちゃいますよね。フェンダーフラッグシップ東京。以前オープンしたばかりの頃もこのフェンダーフラッグシップ東京を紹介する動画も作って公開したんですけれども、せっかくですし置いてあるギターやアンプ、店内の様子も来るたびに変わっていきますので、今回もざっくりですが紹介していきたいと思います。こちらは3階のカスタムショップの入り口です。こうやって美しいテレキャスがずらっと並んでるのを見ると一本欲しくなっちゃいますよね。こちらはノーキャスターですかね。この指板のすり減った感じとか見ると、ヴィンテージギター好きな方とかはたまらないですよね。僕もノーキャスター1本持ってるんですけども、動画編集と YouTube 始めてからはね、もう忙しくてね、全くギター弾く時間がなくなってしまいました。ここはブルーノート東京からも近いですし、運良ければサマンサたちメンバーも日中フラッと立ち寄って会えるかもと思いましたが、そんなミラクルなことは起こりませんでした。続いて立ち寄ったのはフェンダーフラッグシップ東京から歩いてすぐ竹下通りにあるザ・ローリングストーンズの公式アパレルストア RS ナンバー9原宿にやってきました。店内はブラック&ブルー祭りみたいな感じでしたね。こちらのお店も過去動画でオープン初日に訪れて紹介した動画もありますので、よかったらそちらの動画も見てください。そして今度は渋谷まで足を伸ばしまして、タワレコ渋谷店にやってきました。洋楽ロックコーナーとブルーズコーナーで店内リサーチ。サマンサの最新アルバムペーパードールも1枚だけでしたけれども置いてありましたが、買うなら夜ブルーノート東京で買おうと思いまして、ここでは買いませんでした。もう今夕方になって、今がちょっと時間早いんですけども、ファーストステージのオープンの時間が近づいてきたんで、一回様子見てこようと思ってます。今回こうやってね、動画撮ってますけど、いつこの動画出るかまだわかんないんですけど、編集動画も忙しいんでね。ただ、今回の動画は多分伸びません。ブルーノートのキャパも小さいキャパですし、基本ね、サマンサフィッシュのライブに行く人が見てくれると思うので、伸びないネタなんだけれども、なぜ動画を撮ろうかというと、やっぱりサマンサフィッシュがすごく期待のアーティストと思いますし、やっぱりね、こういういいギタリスト、いいアーティストにやっぱね、いろんな人に知ってもらいたいんでね、再生回数、再生時間は今回は気にしないです。もう先月のね、レディー・ガガの動画がめちゃくちゃ伸びたんで、そっちの方でね、稼ぎましたんで、
一応サマンスフィッシュのことを解説する動画もね、一応もう撮影済みでサムネもできてるんですけども、まあ何にせね、やっぱ編集する時間がなくてですね、ずっとお蔵入りになってますけどね、おじさんにも教えてあげたい。動画的ギタリスト10回とって、動画3本ぐらい収録済みなんですけども、1本は出たんですけど、まだ編集が手についてません。まあそのうち出ると思います。多分この辺にサムネとか出てると思いますけど。はい、ブルーノート東京に戻ってまいりました。まだオープン前ですけども、すでに数名の方々が並んでいました。の会場はしたんですけれども、スタッフの方に聞いたら、セカンドステージだけれども、ファーストステージが始まっても、バーラウンジとかあるので、そこで待ったりもできるらしいので、まだちょっと時間があるので、一旦ね、スマホの充電がちょっと厳しいので、スタバに行ってちょっとね、スマホ充電していきたいと思います。まあね、今回東京のブルーノートは初めてなので、昔ね、名古屋のブルーノートはね、何度か行ったことがあるんですけども、一応ね、もう席は決まってて、配席のメールが先ほど来ましたけれどもね。じゃあ少し早いですが、初めてのブルーノート東京、入っていきたいと思います。セカンドステージなんですけれども、はい。コートやストールなどはスタッフの方が預かってくれたので、バーラウンジでビールを飲んでセカンドショーまで待機。スマホの電波が届かないのが難でしたね。せっかくスマホ充電したのにね。ファーストショーが終わり、エントランスにはファーストショーを見終わった方々とセカンドショーのオープンを待つお客さんで大勢の方々が溢れ返っていました。いよいよセカンドショーのオープン。席はすでに決まっていて、並んでいると順番にスタッフの方が席まで案内してくれます。僕の席は相席のアリーナ席の一番後方だったんですが、一番後ろといってもキャパの小さな会場ですので、ステージめっちゃ近いです。こちらドリンクメニューです。先ほどバーラウンジでハイネケンをいただいたので、今度はブルーノートオリジナルのブルーノートエールセッションをオーダーしました。価格はハイネケンより高いですが、550でサイズも多いし、フルーティーな味わいで美味しかったです。フードはトリッパのトマト煮込みをいただきました。朝昼と軽めの食事だったので、がっつりした食事をいただこうかと思ったりもしたのですが、やっぱりライブ前って重いのは控えた方がいいかなと思って、少し控えめな食事にしました。お酒とも合いますし、美味しかったです。このラグジュアリーな会場で間もなくサマンサフィッシュのショーが開演しますが、ショーの最中は撮影できないので、ここで一旦カメラを止めます。後ほど終演後にまたカメラ回します。最高のライブでした。サマンサやっぱり最高すぎました。終演後にステージ上の機材を撮影してきましたので、その様子をご覧ください。こちらはサマンサがソロ披露した際のアコースティックギターです。そしてこちらセカンドショーのセットリスト、ご自由にお取りくださいみたいな感じでいっぱい置いてありましたので、遠慮なくいただいてきました。詳しい内容は後ほどライブレポートでお伝えします。はい、ということでここからはライブレポート動画をお届けしたいと思います。ロケ映像の中でもお話ししていましたが、なかなか編集の時間が取れなく、公開が少し遅れてすみません。ですが、サマンサフィッシュ最高でした。今回会場となったのはブルーノート東京。僕は初めて足を運んだんですが、ラグジュアリーな空間、美味しいお酒と料理、そして極上のサウンド。その空間でサマンサのライブを体感できた時間は、まさに至福のひとときでした。僕は 3days の中の真ん中の2日目のセカンドショーを見てきたんですけれども、動画の冒頭の中でも話した通り、今回の来日公演もまたトラブルということで、アメリカでの大雪でベースのロン・ジョンソンが来日できないということで、急遽初日と2日目はケンケンが、そして3日目はバビー・ルイスが代わりを務めるということで、最初にブルーノートから出演者変更のメールが届いた時はびっくりしましたけれども、最初メールの文面の中にキャンセルという文字が飛び込んできたんで、今年もまたキャンセルって思ったら、よくよく内容を確認したらベーシストの交代ということで、しかも俺が見に行く日ケンケンじゃんということで、
驚きもそうですし、楽しみもありますし、でも多分リハの時間とかもないだろうなと思ったので、演奏はどうなるんだろうというか、そういう不安もありましたけれども、でもまあ、蓋を開けてみたらもうバッチリでしたね。終演後にケンケンとも直接お話をさせてもらうこともできたんですけれども、本人曰く、前日か2日目ぐらいに12、3曲送られてきて、それを覚えてリハなしでほぼぶっつけ本番的な感じでやったみたいです。そして2日目の朝に起きたら、さらに4、5曲送られてきたそうです。でも本当にケンケンの演奏は素晴らしくて、ケンケンってもともとこのバンドのメンバーだったというくらいにバッチリの演奏だったよということを伝えたら、ケンケンも見てくれた人みんなそういう風に同じように言ってくれていると、それでまた自分も一つ自信になったという風にね、おっしゃっていました。もしサマンサの次の来日公演が決まったら、また次もケンケンサポートでベース弾いてよっていう風に伝えたら、ケンケンも実はありがたいことに、サマンサたちに次もまた一緒にやろうよっていう風にね、言ってもらえてるということで、自分もまた一緒にやりたいという風におっしゃっていました。ということで早くも次の来日公演の期待が高ぶってしまいますよね。そしてライブの内容をお伝えすると、まずこちらセカンドショーのセットリストもいただいてきましたので、こちらを見ながら話していきましょうかね。1曲目が MC5 のカバーで Kick Out the Jams なんですが、この曲が豪快に炸裂していて気持ちよかったです。この日のファーストショーはペーパードールからスタートさせていたので、初日と3日目はファーストショーを Kick Out the Jams でスタートさせていて、2日目だけセットリストのフォーマットをファーストショーとセカンドショー入れ替えたというような形になりますね。今回の来日公演はグラミーでベストコンテンポラリーブルーズアルバムにノミネートされたペーパードール。このアルバムのリリースに伴う来日ツアーではありましたが、ご覧の通り他のアルバムの楽曲、カバー曲、アコースティックのソロの演奏もありましたし、バランスの良い内容でした。そして改めて感じたのは、彼女はギターだけではなく歌も素晴らしいということ。声の力、表現力、ギタリストでありながらもシンガーとしても完全に成立している。グラミーにノミネートされる理由がライブを見てより明確になりました。バンド全体のグルーヴも素晴らしく、ライブを見る前に YouTube で事前にチェックはしていたんですが、ドラマーがすごいかっこいいなというふうに思っていて、ジェイミー・ダグラスというドラマーなんですけれども、彼を実際に生で見たらやっぱりめちゃめちゃかっこよかったですね。数年前のサマンサのサポートは、以前にスティーブン・タイラーのバックを務めていたラビング・メアリーバンドのサラ・トーメックが務めていた時期もあったようですが、現在はジェイミー・ダーグラスが叩いており、彼の叩きっぷりはロックドラマー的な印象を受けました。まあ1曲目のキックアウト・ザ・ジャムズの印象に引っ張られている感はありますけれども、彼のドラムでサマンサのブルーズロックの部分がより引き出されたのではないかなという、そういう印象を受けましたね。ライブの終盤の方ではキーボードのミッキー・フィン、彼のオルガンのソロでの見せ場もありましたし、さっきも言ったようにベースのケンケンは最初から最後までもうバッチリでしたし、ワンセット80から90分ぐらいのショーでしたが、その中でサマンサだけではなくメンバー全員から目が離せない。最初からラストのブラックウィンド・ハウリンまで見応え、聞き応え、満足度 120%、そんな感じでした。個人的に印象に残った曲としては、4弦のシガーボックスギターを使用したバレットプルーフとかはスライドギターの曲はね、僕はもう大好物なので、この曲を生で聴けたのは嬉しかったですし、他にもスライドの楽曲だとプアブラックマッティだったかな。その曲ではスプロのオザークを使用していました。赤のボディのスプロオザークはあまり見たことがないので、詳しいモデルとかはよくわかりませんが、多分スプロオザークの何番とかになってくるんじゃないでしょうかね。ギターに詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。ということで、使用ギターは白の SC が2本、シルバーのラメのボディのギブソンの多分335だと思うんですけれども、箱物が1本、4弦のシガーボックスギターにスプロオザーク、そしてアコースティックがテーラーの計6本ですね。僕はファイアーバードが好きでね、自分もファイアーバード所有してるんですけれども、彼女がファイアーバードを弾く姿、音を聞きたいとは思っていたんですけれども、今回の来日公演にはファイアーバードはどうやら持ってきてなかった、そんなような感じがしました。アンプは暗くてちょっと見にくかったんですけれども、おそらくフェンダーホットロッドデビルの212なんじゃないかなというふうに思います。こちらも詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。エフェクターに関しては、撮影できたのが横から少し斜めで、しかも暗いのでもう何が何だかちょっと分かりにくいんですけれども、この辺は今後のギター雑誌とかでもしかしたら紹介されるかもしれませんので、その辺をチェックしましょう。そしてライブ終演後は、先ほどケンケンとお話しすることができたというふうに言いましたけれども、なんとサマンサ本人にも直接会ってお話しさせていただくことができました。僕は当時セカンドショーのセットリスト、こちらですね。そして購入した CD、こちらにサインをしてもらいました。この日僕の知り合いの方も同じ日に見に来ていましたので、その方と一緒に並んでいたんですが、その知り合いの方はね、いろんなアーティストを海外まで頻繁に見に行くような方なので、もう僕よりも英語力が堪能なので、その方がサマンサと話した後に僕が話すという順番になったので、その彼がスラスラとサマンサと話している姿を見ているとね、俺は英語でスラスラと
サマンサに自分の伝えたいことを伝えられるかなっていう風にね、プレッシャーになりましたけれどもね。でもいざ話してみたら、結構スラスラ話せましたし、サマンサにもちゃんと伝わりました。もう今夜のショーはとても素晴らしかったです。今夜のショーを見るためだけに名古屋からやってきましたっていう風に伝えると、もうサマンサが、名古屋ってどこみたいなね、表情されたんですけれども、僕はでかい音でオープンチューニングで、もうスライドギターをぶちかますプレイスタイルがもう大好きなんだと。ジョニー・ウィンター、ボニー・レイト、ジョー・ペリー、そして君のプレイスタイルはもう大好物で、もうめちゃくちゃお気に入りだよと。すごくリスペクトしているよと伝えると、彼女も笑顔で、ボニー・レイト私も大好きよ。ジョニー・ウィンターもいいよねっていう風に答えてくれまして、ちなみに俺、ジョニー・ウィンター3回見てるよっていう風に伝えると、彼女は、わお、マジでやるじゃんみたいな感じ。彼女からお名前はっていう風に聞かれましたので、陽介ですと伝えると、ガチャ、了解みたいな感じで、こちらの CD とセットリストにサインもしていただきまして、握手も交わさせていただきました。CD を購入した人はみんなサインをしてもらえたと思うんですけれども、サマンサは対応が丁寧でファン一人一人と長めに会話を交わして握手もして、アーティストとしてはもちろんなんですけれども、一人の人間としてもとても素晴らしい素敵な女性でした。もしかしたら僕は彼女に恋をしてしまったのかもしれません。ということで本当にサマンサフィッシュの来日公演見る前から期待していましたし、絶対に素晴らしいショーになるんだろうなとは思ってはいましたが、その想像をはるかに超えてくる、そんな素晴らしいショーでした。ベースのロン・ジョンソンが来日できなくなるというトラブルはあったものの、そこはケンケンと最終日はバービー・ルイスが助けてくれましたし、終演後はサマンサやケンケンともお話しさせていただくことができましたし、もう最高の夜になりました。さっき言った僕の知り合いの方はもうあまりにも良すぎたので、その場で次の日の最終日のファーストショーとセカンドショー投資で予約して見に行ったみたいです。最終日もセットリストは変更されていますし、ベースのバビー・ルイスのプレイも最高だったそうです。ちなみに僕らが帰る際に、ケンケンのお母さんの金子まりさんも見えていることに気づいたんですけれども、さすがにこれ以上有名人の方と会話を交わしたら、なんか人生のラッキーを使い果たしてしまいそうな気がして、なんかすごく怖くなってしまったので、もうマリさんにはどうもーみたいな感じで、もうちょっと会釈しかできなかったんですけれども、もし次どこかでマリさんにお会いすることができましたら、この日のエピソードも含めてちゃんとご挨拶させていただこうかなと思います。話を戻しますけれども、サマンサ・フィッシュ、もう本当に素晴らしいギタリスト、素晴らしいアーティストでした。そんな彼女のライブのチャージが8800円というのはめちゃめちゃお得ですし、食事やドリンクをオーダーしたらね、結局はね、15000円ぐらいにはなったかもしれないんですけれども、最近の海外のアーティストのライブの価格と比較するともう破格だったと思います。今回は東京 3days のみでしたが、この動画や彼女の作品や映像を見て興味を持った方が増えて、次は少しキャパが大きな会場だったり、大阪や名古屋など他の都市でも彼女のパフォーマンスが見れる日が来れば最高だなというふうに願っております。ということで今回はサマンサフィッシュライブレポート動画でした。僕も私もサマンサのライブ見に行ったよという方は、ぜひ感想とかもコメント欄に書いてください。あとチャンネル登録がまだの方、ポチッと登録の方もよろしくお願いいたします。そしてこの動画が良かったと思われた方は高評価、そしてハイプもポチッとよろしくお願いいたします。そしてさらにスーパーサンクスもしていただけると、今後もより良い動画の制作の意欲も湧きますので、ぜひご協力いただける方はチャリンとお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。